回は白子の唐揚げを作ります。買った時は白子ポン酢を作るつもりだったのですが、途中でなんとなく嫌な予感がしたので、白子ポン酢から唐揚げに変更しました。鮮魚店で買ったので大丈夫だと思うのですが、こういう時私は勘に従うことにしています。それでは下ごしらえをしていきます。ボウルに冷水を入れます。血やぬめりを取っていきましょう。白子は純白で張りと艶があるものが高品質なものになります。この白子は張りや艶はいいのですが、ややピンクがかっています。今考えるとこの色味が嫌な予感の正体だったのかもしれません。優しく揉むように洗うとぬめりが取れます。ぬめりが取れると表面が突っ張るような感じがするので、触るとわかると思います。ぬめりが取れたら汚れた水を洗い流します。白子がきれいになったら筋を取りつつ一口サイズに切り分けます。この黒い部分が筋です。この部分は口に残り食感が悪くなるので、すべて取り除きます。この白い部分も筋ですね。白子を切り分けるときは白子本体を切らず、筋を切って一口サイズに分けましょう。まず筋を切ります。包丁で切りにくい場合はキッチンバサミを使ってもいいですね。こちらの白子に残っている膜のような部分、これが筋です。食感が悪いので取り除きます。これで切り分けと筋取りが完了です。大きい方も切り分けていきます。切り分け作業を飛ばしたい方は8分9秒まで飛ばしてください。こ
け作業すべて終わりました。次は鍋に湯を沸かします。白子を茹でた後すぐに冷やしたいので、そばに冷水を用意しておきます。沸騰したら一つずつ白子を入れます。お湯の中で転がしながら火を通します。30秒ぐらい転がしたら冷水に入れます。すべて茹で上がったらきれいに洗ってください。ここまでで下ごしらえ完了です。唐揚げにしていきます。特にひねりはなく片栗粉をまぶして揚げます。白子は形が複雑なので丁寧に片栗粉をまぶします。油が温まったら揚げます。きれいに盛り付けて完成です。万ネギともみじおろしを添えてポン酢でいただきました。食べた感想ですが、とても美味しかったです。外はカリカリで噛むと中から濃厚なうまみが広がり、とろけるような食感でした。皆さんも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。左が関連動画リスト、右が最新動画です。この動画が気に入ったらチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。